三国志8、リメイク。我らと肩を並べる広さの領土を持つ有料の地に乗り込み侵略を始めた我らが田中。三国志最強格の関を2回も一騎打ちで倒す快進撃。百はー、我らに敵なし、すべてを蹂躙だー。うちの子大きくなってきました。才能とかありそうですか？田淵様は人並みの才をお持ちのようです。あ、人並み、凡人扱い？武芸に関してはそろそろ教えられることもなくなりそうです。田淵、5歳で武芸を収める。などと家政婦さんを困らせながら季節は移ろい。さて敵の前線が相変わらずがっちり守られてる。次は霊領を攻めるぞ。前線の密偵や兵の輸送で戦略ポイント足りず情報がわからんが、取りま一殴り行くか。スターティングメンバーは固定化されつつあるガチ戦力。棒立ちしてても反撃だけで勝てそうだ。今こそ攻撃で戦場を確認すると確かここは上の方に敵援軍が出てきたような。っていうか敵兵が14000程度しかいないじゃん。雑魚。今こそ我改正員。まだセリフの途中。はい、反骨の葬儀園を超運の2連携連撃で粉砕。そんなヒゲじゃ、コンビニのバイト面接にすら相談ぞはい、仲良しのヒゲも5連携記者で爆散。てなわけで援軍待たずに即終了。皆の者、勝ち時を上げよう。都市フェーズではコーソンさんの寿命が近いので延命アイテムを探すも見つからず、すでに2つ使ってるからもうないのかもしれんな。買い物しただけで季節は移ろい。ロシク無双で人事異動。ほんと便利なおっさん。助手いけるっす。ロシクさん、東洋で序章推奨。孔明の友達の助手、統率91の知力94。でも先にさっき倒した義援が引き抜けるみたいだから、先にこっちを記載で2回動ける早々に行かせましょ。見事なアンス。そうそうさん、お手数ですがよろしくお願いします。ダメだったぞ。ロシクさんよ。あいつ人事以外は適当言ってそうだな。さてどちらにしようかな。前線が崩せるかもしれないから調査がいいかな。援軍消し飛ばせば少しは後が楽になるかもしれんな。今回も容赦なしのガチ戦力で出陣だー。まあこのメンツなら負けまい。皆の者、出陣だ。芝居曰く敵援軍は4日後。マップは沼地か、前に見た気がするな。確か敵援軍が来たから来たような。うろ覚え。今こそ我らの力を示す。男だらけのドロンコレスリングの戦い、改正員。初手は敵を無視して櫓を攻撃。スカ敵軍よ、殴られ放題の場所に布陣すんなよ。加工トンは不当不屈を発動するために奮起。横の敵無視して奮起してて草。そんな2人の連携を乗せた通常攻撃です。一撃とはいかんがいいの入った。で櫓は顔料が運転で破壊。耐久低いからワンパンだぜ。そして文集が顔料と連携で通常攻撃。はい、東州さん、何もできず終了です。次のターゲットは各春。巨著に罵声され戦う前から戦意ゼロ。そんな各春に義兄弟連携で周宗が攻撃。各春を助けようと守礼が動くが平和逃亡。はっはっは、獲物が自ら飛び込んできたわ。で周遊が弓で攻撃して各春半壊で初日が終了。戦いは2日目に突入。手の力です。不当不屈で戦意アップ。これで戦法も使えるかなと思ったけど戦意足りず普通に殴った。敵との接敵が早すぎで戦意がまだ足りんぜ。はい、通常攻撃で攻撃派。通常攻撃だけでも圧倒の田中軍。これが私の通常攻撃です。そこそこ強い守礼に3100のダメージ。続けて顔料が2連携で通常攻撃。3400、田中よりちょい強い、連携はやっぱ強えな。で文集がサクッと守礼にとどめ。不用意に前に出た守礼、何もできず終了。さあ巨々、2連携通常攻撃でとどめだー。戦意下げられて平和逃亡するしでボロボロの各春も壊滅。3日目は田中がサクッと運転で櫓を破壊。そういえば敵援軍は北だったかな。周囲を北方面で待ち伏せさせとこっと。はい、敵援軍何もできず消滅コース入りまーす。4日目になり我らの援軍が到着。これ必要あるん？戦意上がるから一応読んでる感じ。援軍もはや応援団扱いである。敵の援軍は甲虫とヒゲがおるな。強いの来たな。よし、息粗相を発動して敵を動けなくしろ。援軍到着直後は敵行動できないのでは？ああ、間違えた。いえこれは敵の反撃を食らわないためにやりました。苦しい言い訳。で動けない敵軍に巨々が統制駅。ダメージしょぼ、早期レベル3でこれかよ。周宗も連携で投石してみたけどしょぼい。こりゃ投石は施設攻撃専用と思った方が良さそうだ。
投石の10倍くらいのダメージの周囲の矢嵐。さすが金枠戦法、威力が違うぜ。で移動に1日使ったものの趙雲たちも敵援軍の出現位置に到着。そこに無慈悲な義兄弟連携車がかりおっと高祖が起死回生の一騎打ち。いや起き上がれずお亡くなりコースだろ。はい趙雲の勝ち。高祖部隊壊滅。車がかり、おかわりされまーす。無慈悲ってレベルじゃねえぞ。総国出勤してた準優さん何もせず帰宅。4部隊が消し飛んだ。完了、よく知らん主外にとどめを。強行状態で動けぬまま終了。ヒゲも強行状態だ、文集、やっておしまいなさい。通常連撃で関羽撃沈、反撃すら許さぬ鬼畜な戦いっぷりで敵援軍壊滅だぜ。今回圧倒的戦いすぎてこちらの損害1500ぐらいしか出てないよ。だからといってほぼ意味ない回復をすな。そして海越が飛び出し最後の抵抗。お、有用も駆け出した。戦いはクライマックスに突入。戦いは7日目になり。そういえば副将に奥さんの消火器を連れてきてて、雨の日は雷撃が使えるらしいから試してみよう。菅の娘、雷撃なんて使えたのな。それ雷撃って、うわー。なんじゃこりゃー。ひえー。あばば、敵が消滅しちゃった。さすがにこれは予想外だけど、あったどー。皆の者、勝ち時を上げよう。先行 MVP は安定の田中。なんつうかめちゃくちゃ一方的な戦いだったぜ。素晴らしい。戦場から帰るとしれっと諸葛金が助手の登用に成功。塚孔明のお兄ちゃんも配下になってたのな。一つ思いついた。はっはっは、威風がついにレベル3に到達だー。田中、見事本部長クラスの威風から社長クラスの威風を身にまとう男になったか。そういう感じ？気分いいから久々に筋トレもしよっと。統率が80の大台に、一発の武将になったな。新たに仲間になった助手さんのお宅に訪問しました。すべてのステータスが田中より高くて草。先方もそこそこ揃ってるからどっかのタイミングで主力に盛り込んでもいいかもね。修正低いみたいだからこれあげるね。知力5アップで99。今後の活躍に期待だぜ。久々に義兄弟の宴を開催だ。義兄弟が戦法習得するおなじみのクエキタ。もはや敵なしだがまだまだ強くなれるぜ。そして季節は春となり、新入社員が入社。今年は日本では休養期でおなじみの孫将校が仲間入り。急将レベル3で戦法も弓が揃ってるな。まあ史実でも演技でも休養期って記述はないらしいけどね。そうなの？よし。さて調査攻略でめった打ちにしたし流量弱ってそうだからここからは部隊を分ける、侵略を加速させるぞ。日程出せてないがおそらく武量はもう兵が少ないはず、ここに軍を送り出すのだ。編成は総大将早々の3軍周遊、霊領から援軍で合計約10万を編成。敵の数が不明だからどう転ぶかわからんな。今こそ攻撃。この戦力ならおそらく負けまい、そうそう、頼んだぞ。さあ結果はどうなるかな？よし、無事勝利。武量、ゲットだぜ。ではこのまま再走を攻めるぞ。隣接する高架が有料の本拠地だから援軍ががっつり来るかもな。まあ来ても車がかりで消し飛ぶだけだし。おい。こちらも露光派用からがっつり援軍出してもらうから多分戦力的に問題はないよ。世界風3になった田中2万3000の兵が多すぎで普通の部隊じゃろくにダメージ与えられなさそう。今回は義兄弟だけで出陣だー。自分のお気に入りだからってこっそり横領を義兄弟扱いするんじゃねえ。てへ。急げ、敵に時を与えるな。あ、このマップここに敵援軍来るやつだ。悲しいほどにネタバレ。芝居枠4日後に到着予定。完全に応援即日無慈悲な撃破コースだぜ。今こそ我らの力を示す。部隊を半分に分けたけど無双しそうな戦い、開戦。取りま初日で戦意が足りない趙雲が普通に各春を攻撃。ほら、田中役がつく。2連携運転で3万5000ダメージだと？兵力が2万3000になってえげつない威力になっとる。はい連携のために各春の横に移動よろ。はいよ。続け。で巨々の義兄弟3連携で通常攻撃だ。加勢する。修造が4連携通常攻撃で各春を撃破。修造はテニスプレイヤーだ。修造に何仕込んでんだよ。あ、各春をなくなり。なーむ。各春のアダオータンという番が田中に攻撃するも反撃がエブいけん。こりゃ通常攻撃じゃ10万くらいの敵なら反撃だけで多分勝てるな。で翌日趙雲が奥にいるコースを殴って、連携のために田中の横にヒットアンドアウェイ。からのやったー、2万を超える部隊で突撃だ。はいに部隊が踏み潰され地面のシミになりました。続けて巨々も連携で東州を攻撃。偽義兄弟応用も連携で攻撃。
100ほど残っちまったな。そこを容赦なく周装が3連携で攻撃。無慈悲。そして趙雲のコブからの田中のコブ、さらにおまけでジョジョもコブ。義兄弟同士で励まし合って戦やアップ。動けるデブの応用が、軽く次の櫓を殴って行軍で退避。明日援軍が来るから深入りはなしだぜ。そして戦いは4日目になり、まずは田中軍の援軍が到着。鳥間味方到着で戦アップ。加工トンの不当不屈の便利さに慣れちゃって、今回みたいに戦意低い状態からだとありがたみが身に染みるであります。敵援軍は便器。トイレの戦士。その便器じゃねえよ。で到着直後の便器を趙雲が義兄弟連携突撃だー。お、今回も趙雲の一騎打ちか。トイレの戦士便器がお相手。もちろん便器が勝てるわけなく趙雲の勝利。便器爆散。はっはっはっは、ひげ狩りだー。2連携車がかりを食らわせてやれー。陸空3になって1万近い部隊が普通に消し飛ぶやべえ威力になったな。はいヒゲ今回も反撃すらできず終了。あれは敵君主の有料、巨著、突撃だー。兵力1万5000あるからさすがに硬いな。田中との2連携で応用も有料を攻撃。いい感じに削れてきた。一系収装、3連携突撃だー。有料残り6600。そして翌日。行きますぞ兄者、義兄弟全員で吸収だー。有料、何もできず終了。敵は君主壊滅で戦意が下がった。一気に畳み込むぞ。でちょい残りの乱世ミュージシャンの勇壮田中が撃破。同じくちょい残りの準優応用が撃破。今回も敵援軍全員何もできず終わった。こちらの援軍まだ移動すらできてないけん。こや戦闘終わるまでに接敵すらできんかもだ。6日目は義兄弟トリプルアタックで櫓を破壊。したら総大将の甲冑が慌てて飛び出してきた。海越も動いて趙雲に一矢報いるも、飛んで火にいる夏の虫状態である。翌日趙雲から車がかりできつい反撃を食らわしてやりました。海越甲冑2人とも強行状態になり行動不能。これじゃ策略で動き止める必要すらないや。田中2万3000パワーファイヤー。はい甲冑のおじいちゃん消し済み。しれっと治療で完全回復してる。ほんと容赦ねえな。最後は義兄弟トリプルアタック。巨巨の連撃で海越壊滅。こちらの援軍参戦前に終わってもうた。田中が強くなりすぎて完全に消化試合だったぜ。皆の者、勝ち時を上げよう。そして捕らえちゃったよ、敵君主。仲間にできないし逃がす？敵だし逃がす理由もない。ここで初段だー。命運尽きたな有料よ。これが乱世だ。有料は田中に処断されました。お、有料の親族がおこだ。9、敵いい。軟弱勇気や雄番が9敵になったか。まあこいつら程度すぐ倒せるさ。東洋では便器が仲間入り。よしお尻戦場機の開発担当に任命だ。こらこら。そして東洋に応じなかったメンバーに雄番おりました。9敵になってものの数分で初段コースである。9敵が減ったね。やったね。おい。で有料の後は郵送が後継。戦いに関してはモブレベルのやつだな。論功交渉はもちろん安定の田中。先行1万7000、そのうち2万の大台に届くかもな。子育て5年目。タブし、服をめちゃくちゃにしたそうだな。お、反抗期入ったか？正しい服の破り方を見せてやる。ほー。気分はエクスタシー。筋肉の膨張で服がビリビリに。娘の前で何してんの？お父様、そうだよねごめんなさい。もうしません。娘ドン引き。タグ氏の統率が成長した。そして再走を手中に収め5越制覇の条件を達成。これはおめでたいな。では皆が5越制覇を祝ってくれてるのを見ながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。有料を初段し一気火星に郵送を滅ぼすことができるのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。